ないとみたいな感じですか？長男は一応来年受験を予定してます。あ、本当？ママはどこで寝てるの？ママは下で寝てます。下？はい、リビングで。何これ？これ何の部屋？何の部屋？服の部屋。私こういうなんかねフランクっていうかザックバランの人好きよ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。古方です。よよろしくお願いしろます。しくお願いします。あれね、このうちは男の子がいっぱいいる？はい。ね。子供が2人です。お、なんかサッカー選手っていう感じそうです。の男の子がいるお家。はい。はい。で、片付けに悩んでるのかな？はい。はい。じゃあとりあえず上がらせてはい。いただきたいと思います。はい。お邪魔します。はい、どうぞ。素敵ですね、お家。ありがとうございます。新しいですか？はい、新しいです。どれぐらい5年くらいです。 5年くらい。なるほど。邪魔します。あら。おお。なんかやっぱりスポーツ選手のいる子供の部屋って感じですけど。あ、可愛い。すごいね。ぬいぐるみ大好きなんだ。はい。はい。ね、なんかやっぱりちょっとごちゃごちゃしてる感じ。はい。なるほど。お子さんおいくつ11歳とも8歳でう11歳と8歳ってことは何年生？す。5年生と2年生です。5年生と2年生の男の子で2人ともサッカーやってんだ。はい。あ、なるほどね。でもうね、もうここに秘密基地かしら。はい。秘密基地。秘密基地？はい。あ、かわいい。ピアノやってんのね。やってないです。花？かな。花なのこれ。なんだかな。なんかいろいろ入ってますけど、僕たちのなんかこうね、秘密基地になってて、あ、ここあれだね。学習机2つあるんだ。なるほど。勉強やらせないとみたいな感じですか？長男は一応来年受験を予定してます。あ、本当？受験やらせる気あるんだ。はい。ねえ、あ、でもね、すごいもういっぱいね、プリントもあってね。はい、一生懸命頑張ってるけど、なんか勉強しながらゲームやるみたいな。ね。そんな感じになっちゃってるやったりする。で、勉強は頑張ってるんですか？勉強は塾で頑張ってくれてると思います。じゃあ家ではあんまりやらないのね。家では宿題程度で、おうおうおう。自主勉はあんまりしない。なるほどね。もうなんか放棄って感じだね。机の上だったり。でもあれなんですね。でもちゃんと2人分のあって、下の子は勉強するのちゃんと。宿題程度です。なるほどね。どっちかって言ったら勉強するよりも遊んだり体を動かす方が好きなタイプ。ですね。今回なんか私を呼んだ理由みたいな、はい。なんかあります？部屋だけ見るとなんかこうあんまり悩んでませんみたいな、なんか楽しく生きてますみたいなぐらい明るいですよね、奥さん。そうですかね。分かんないけどもう受験うまくいくかしらみたいな悲壮感は何にもないです。ああ、そうなんですね。なんかでも物がやっぱ多いので。ああ、物が多い自覚は一応あるのね。あります。はい。なるほど。はい、なので、うん。すっきりとさせて、は受験もあるので、もうちょっとプリント整理だったり、そういう環境を整えたい気持ちもあるんですけど、子供が環境を整えたい気持ちがね、本当にあるのって感じだけどもね。ね、そうなんですけど、一応ちょっとリラックスできる場所もなるほどね、ちょっと作っておいた方が息抜きはしたいかなと思って、家ではそんなに頑張るっていうよりも、家はリラックスできる方がいいのかなとは思ってるんですけども、でもやっぱすっきりさせたいって気持ちもあります。なるほどね。でもここにね、一応ソファーもあってゆっくりここでテレビを見るっていう感じにはなってるけど、なんかここら辺になんかごちゃごちゃしちゃってる。はい。これ何？サッカー用品ですね。はい。でここが定位置になっちゃってるんだ。そう。
でここで上着を着て出かけるみたいな。そうですね、冬はもう。もうなんかここの部屋だけで生きてるみたいなね。そうですね。なんか一つの部屋にものすごくいろんなものを詰め込んでしまったかなっていう感じ。そうですね。もうここで生活が、ここで生活してるって感じですか。じゃあもう家族は仲良しなのね。多分。そこは仲良しって言いなさいよ。こんな同じ場所に家族4人でいる時間が長いってことですか。そうですね。でも別に自分の部屋欲しいとは言うんですけど、でも絶対ここにはいると思います。何この家の子供たちって自分の部屋ないの？一応上に子供部屋っていうのはあるんですけど、まだ完成もしてないですし、そう欲しいとは言うけど、多分言ってもここにいると思います。まあね、でもそんなもんよ。じゃあごめんね。とりあえずリビングダイニングじゃない？でここは何？他に部屋はないですか？あります。じゃあちょっと見せていただきましょうか。どうぞ。はい。てかさ、キッチンもうなんかこっちキッチンでしょ？はい。なんかここはちょっとやばくない？これ何？ここすごいね。書類系。ママの？みんなのですね。でも主に親の親管理ね。なるほどね。ここのママ奥さんあれなんかちょっと景色的にやばいよね。あんまり気にならないオープンな人だからね。ここ溜まっちゃうでしょ。そう溜まっちゃうんですよね。起きやすいもんね。ちょいちょい。はい。なんかキッチンで困ってることはないの？他の部屋に比べてキッチンはそんなに困ってないかもしれないです。なるほどね。でもそうよね。ちゃんと作業台もちゃんとね料理もできそうだし。そうね。だからあんまりそんなに物の量が多くないのかな。そうですね。あら珍しくキッチンの収納の中は綺麗だったわ。あれね、こういうなんかこう決まったものを入れるのはそんなに苦手じゃないの？そうなんです。だからここに入れてとかここだよっていうのがなんとなく定まってれば多分できるんじゃないかなって思ってはいるんですけど。ルール決めるのが苦手なのかもしれないね。そうですね。なるほど。私は気になるのがやっぱこの紙のライン。あんまり古型式で出てこない紙のラインが。なるほど。1階ってここだけ？玄関隣にも部屋があります。なるほど。じゃあ見せていただきましょうか。はい。あ、和室なの？はい、和室です。なんか和室だけど結構なんかタイヤが見えるわ。もう主人の。もうご主人の部屋なの？はい、もう部屋兼もう何度みたいな。ねえ、すごいねここ。なんか仕事してんのか、なんか体力つけるのか、なんか衣類収納なのか、ちょっとこう雑然としちゃってるね。どうした、ここ？どうしたんだろう。どうした？自粛期間でコロナで結構ここの部屋使ってなかったんですけど、旦那がオンラインの仕事とかに切り替わった時にこのスペースを使うようになったんですけど、もともとあんまなかったの？そう、あんまり物はなかったんですけど、なんか過ごしやすいようにしていってごちゃごちゃしてるんですけど、なんとなくお客さん来た時に泊まらせるようなみたいな。あ、そうですね。うん、そうです。そんな感じだったんですけど、もう今はなんかちょっとオンラインも抜けてきてあれよね、奥さんちょっと明るい感じな雰囲気なのに、この部屋だけ見るとちょっと闇が深い。寒いからかな。なるほど。じゃあちょっとでも今はご主人もお仕事行かれて、リモートは少なくなった。だいぶ少なくなったんで使う頻度も減ってきたんですけど。だけれどもなんかちょっとこうなってしまったんだ。一応そこに収納ありますね。これ押し入れですよね。はい、押し入れで。でもなんかあれね、ちょっとスカスカじゃない？今日先生が来るのでちょっといらないものを整理しようかなと思って。頑張ったんだ。はい、整理しました。なるほど。ものすごくあれなのね。大雑把な性格よね。はい、その通りです。もうなんか泥棒に入られたなとみたいな。わかんないですね、泥棒に入られても。私こういうなんかねフランクっていうかザックバランの人好きよ。ありがとうございます。なんか怒りやすいっていうか。でも私の中ではなんかちょっとこうやってあれなのね。
ゴミを捨てたんだけれども、なんかこう収納を片付いてないっていうそう感じね。なんか動線がちょっとこの部屋なかなか寒かったりして、はちょっとなかなか着にくいので、い。い今までちょっと待ってください奥さんね。かっこよく動線とか言ってますけど。使い切れてないですね。めちゃくちゃ動線上にあるいいんだこの部屋。いいんだ。だって玄関からリビングにかけての途中の部屋よここ。それなのに動線的にあんまり、ただ寒いから入りたくないだけの話だよそうですね。で、あとなんかやっぱりちょっとここまですさんじゃうと、うん、なんとなく着にくい。なんか入りたくない雰囲気になるよね。最初の時も綺麗だったんですけど、おでも入ってなかったです。ほんと、もうま前しか進まない人だね。そうですね。右に曲がるとか性格的にもうリビングに行っちザゃうックバランだからもうなんかこう2階が不安なんですけど大丈夫ですか？末永くよろしくお願いします。ちょっと待ってよ。じゃあ2階ちょっと見せてもらいましょうか。はい、はいどうぞ。どっからかな。はい。2階は何個あるの部屋は2階は、はい3つ？3つあって、はい、子子供部屋を供部屋、はい、子供部屋がはい2階にある。はいはい。じゃあ見せていただきましょう。はい。おお。ここは子供部屋なの？将来的に子供部屋あ、将来的にです。そうよね。はいなんかちょっとこうよくわかんないものね。これ何？それは冬服だったり夏服だったりが入ってるうん。ものと、はい。あ、なんか整理したけれども、そうですね。これから上の上に屋根裏部屋？屋根裏に入れようと思ってます。屋根裏があるのこの家。はいうわ。屋根裏ある家はちょっと心配だな。なるほど。じゃあこれは本当はもっと整理して上に上げなきゃいけないものがこうやって溜まっちゃってんだ。はい。奥さん忙しいの？そこそこ。そこそこね。なるほどね。もうバタバタしてる感じよね。あれ？ここにもあるじゃない。サッカーっぽいもの。はい、そこもサッカーですね。ここなんで1階と2階2箇所あるこまごましたものと、の？サッカーチームが違ったりするものとかもあるので、なんか掛け持ちでなんかやってんだ。そうですね。うん。あとサッカーの夏物冬物もあるんで、はい。そもそも子供の衣類の収納ってどこにある子供の衣類の、うん衣類はみんなの衣類が置いてある部屋があって、うんそこに置いてあるんです。ファミリークローゼットみたいなのがあるんだ。クローゼットじゃないんですけど、一室服の部屋みたいながあるんだね。はいあ、じゃあそれ以外のそのサッカーだけはここにあるみたいな。そうです。一応子供部屋だしね。はい、でも奥さんここで洗濯をしてるみたいじゃないですか。ねそうです。え。だから洗濯物取り込んで畳んでしまうみたいなところはここでやられるとすごいいいかもしれないね。そうなんですね。たださ、私すごい気づいちゃったのがさ、このクローゼットって何？これ怖くない？何を入れれるんだかみたいなんかさ、あれなのね、階な。上。段上でうん。一応収納でね、だってさ、すごいなんかびっくりなのがさ、こうやって見るとさありそうなのに。ね、クローゼットっぽいのになんと開けるとただなのにハンガーラックがついてるっていう。ね怖っ。もうその前に目玉親父って意味わかんないですけど、やだ、もうなんか何ここって感じね。ここは何？未整理の書類みたいな？もうなんか幼稚園の作品だったり本だったりもう幼稚園生いないのに、いないのにでもなんかやっぱりこの中もカラカラよ。整理したんであ、そういう一応これでもちょっと整理したんで。もうね、整理したっていう言葉が本当に似合わないタイプよね。もうちょっと整理したなりに綺麗にさ、あれなのね、奥さん捨てるのはそんなに苦手じゃないんじゃない？やっとそうなりました。あ、そういうこと。じゃないと物が増えちゃうからおーもうとりあえずどんどんしていっておただその後の整理の仕方がわ本からね、ない。本当捨てるまではなんかそうしてるんだけど、もうなんかなんていうの、もう捨てた後の側みたいなのがみんな下の押し入れにも。ありましたね。ねいやもう爪が甘いのでもう本当にランキング1位ですよ。嬉しくないな。嬉しくないよね。で前もここは将来的に子供部屋にしたいと思ってるけど、どうなの子供的には？
子供的にもしたいと思ってるけど全然来たりしないし、まあでもなんかまあこの部屋に入ってワクワクするかっつったらね、なんならもう掃除機置き場みたいになっちゃってますからね。ねもうちょっとテンション下がるよね、この絨毯もなんかヨレだし。あんまりなんか何お部屋にこだわりみたいのはないの？ないです。いい家なんだから持ちなさいよ。教えてください。本当にもうしょうがないな。他は？はい、隣が寝室です。おすごいね。なんかもう布団ばっかりあるから寝室なんだろうなと思うけど、本当になんかぐしゃぐしゃにするんだね。もうなんかもうびっくりしちゃう。何ここで家族4人で寝てるの3人で寝てます。あ、3人で寝てんの？どういう風な感じで？ここベッド1個あるんじゃない？ベッドに多分主人が寝て、はそう下に子供がい。うん。寝てる。それか下に3人寝てるか。何？ママはどこで寝てるの？ママは下で寝てます。下？はい、リビングで。嘘でしょ？本当です。なんで？あったかいから。あと夏は3人のクーラーに耐えられないくて寒くて。何？南国生まれなの？違う、南国じゃないんですけど、なんか男って夏はすっごい冷たくしたいし、それが無理で私だけ下で寝るようになったんですけど、それから一人が心地よくなっちゃってよく寝れるようになっちゃって。ごめんね。1階のアローのリビングに布団を引いて寝てるの？はい、ちょっと今そこに乗せてあるけど、これね。はい、その端っこにあるやあ、これ？つ。違います、それじゃないです。そっちです。そこに乗せちゃったんですけど、それでこれを1階で引いて、これはじゃあ誰が？それはね、客用で、つまり子供部屋にあったのを映んないかなと思ってこっちにちょっとなんだね、分かった。人数以上に布団が多いのよ。そう人が来たようにではあるんですけど、1人多いの？親とかでももう最近は来ないから、いずれまた来た時とか、あと子供の友達が泊まりに来た時とかは必要かなと思って。人は止めたい気はあるんだ。あります。呼びたい。前向きですね、奥さん。あれなのね、パーティー結構なのね。本当はね、あ、そうそうななんんだとだ。思うんですけど、ちょっともうちょっとね、皆さんに快適に過ごしてもらうためにはもうちょっと綺麗にしなきゃと思って。ちょっとね。でもモチベーションは大事よ。だって今ちょっと人を呼べるような環境には全くなってないからね。なんかこの布団好きなの取って使ってくださいっていうのも逆に言うのもどうなのって話だしね。まあお客さん来るときはしっかりやります。だからその場しのぎがダメなんじゃない？私なんか全部見て思うのがなんか全部中途半端なんだよね。なんかやりきってない感じが。なんかしっかりここに置くんだよっていう定位置を本当は作りたいんですけど、それがどうしたらいいかわからない。いやでもね、しっかり定位置いっぱいありましたからね。教えてください。じゃあもうあれじゃない、お決まりでここもまたスカラスカなんじゃないの？ねえ。ここは？ここは主に旦那さんの背広があれ？旦那さん洋服多い？そう、すなんごい多いでか和室も旦す。那さんの服でしょあれ。そうです、すごく多いです。もうあれなのね。開けることはできても閉めることができない人ね。そうです。本当に。いるわよ。もうすごいわよ。なんかもうパンパンすぎちゃって、もう壊れてますからねこれ。ねえ。なんだかな。こっから何？旦那さんは洋服着て下降りてるの？ここだったり、下だったり、なんかいろんなとこから撮ってますね。いろんなところ。はい。まだ他に洋服がある？あります。ここ以外に。はい。そこ見せてもらいます。はい。もう一つ部屋あるんだよね。はい、あります。こちら。はい。こちらの部屋。はい。はい。見せていただきましょう。何これ？これ何の部屋？何の部屋？服の部屋。ウォーキングクローゼットです。ちょっと待って。ここは何？家族みんなの洋服が置いてある部屋なの？そうです。すごいね。
ここにじゃあみんな着替え取り行くんだ。そうですね。おでもなんかご主人のクローゼットの中で見た景色と同じ収納パンパンでもう膨れ上がってる状態で、もうそれが入らないのがもうなんかちょっとお化け屋敷みたいになっちゃってすごいね。何もともとはこの下に全部入ってたものなの？この上にあるものは多分多分奥さんこの部屋の主はあなたでしょみたいな。入ってたか、まあその後買い足して多くなっちゃっても入ってないか。いやちょっとね、私もね数あるお家の片付けやってきましたけど、ちょっとこれはすごいね。なんでこうなっちゃったの？基本こ基本こうなの？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。整理しましょう。ここに対して家族は何にも言わないの？なんかもうちょっと綺麗にしてよとか、使いやすくしてよとか。う言わないですね。あ子供はあ私が服出すんでお毎朝。そういうことね。そう。ここに子供が来て着替えることはないんだ。ないです。子供のどこにあるの？クローゼットの中です。ここだけ子供だじゃん。基本。うんクローゼッこト上はねかでけてるところはそうなんですけど、ここは子供のものなんだ下は子供。です。じゃあほぼここにあるものって夫と私のものって感じ？そうです。いやなんかなんて言うんだろう。すごいね。なんかやっぱ洋服が好きなのかな？好きなんですよね。好きなのか好きじゃないのか。捨てられないんですよ。旦那は特に。でもなんかね、ごめんね、この部屋に捨てられてる感じがするんだけど私。まあただ一つ言えるのは仕組みが足りてない感じするよね。だってなんかパンパンじゃん下の引き出しは、はでもう一つ言ってあげる。引き出しが向いてないかも。い。なんかあるものをもう寄せたって感じなんですけど。ここちょっと入れすぎなのよ、はい。引き出しの中に。もうも見てくださいね奥さん。はい。ね、いいですか？全部はみ出てますよね。はい。ね、もうすごいですよこれ。もうなんか手間入りきれんじゃないものって感じなんだけど、全部が腰下にあるせいで、もう出しにくいっていうか面倒くさくなっちゃって。ごめんなさいね。いいですか？奥さんがとっても面倒くさがりなんですよ。だから何でも途中で置いちゃったり、しまわなきゃならないのとりあえずここ置いちゃうとか、ここの収納を押し入れ片付けるんだけどとりあえずゴミだけ出したら終わっちゃうとかっていうように、何でもやるのはやるんだけどやりきらない人だから、でそういう意味で言うとやっぱりこうなんだろう、洗濯物を畳んで取り込んでしまってきちんとしまうっていうところがちょっと難しい人なんじゃないかなと思うんだけど、これ見ちゃうと一応頑張って片付けるっていうか畳んだりとかするんだよね。はい。いやだからなんかこうポイ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 置いちゃう感じがでも特に冬物なんでかさばるから入りきらないんですよね。夏物と同じ容量のそのタンスで使ってるから。じゃあちなみに冬が終わったらこれどうなの？大きな衣装ケースみたいなの入れて屋根裏に入れます。大きな衣類収納はどこにあるの？さっきの子供部屋にあった袋に入れてあげるん大きなだ。袋に入れて、でこれ期間限定でこうなっちゃうんだ。で一応冬が明けると一旦はその屋根裏にあげるんだ。そうです。そういうことはするのね。一応衣替えはします。その労力はかけるのね。わかんないそこが。あ、そういうところがわかんない。それは当たり前かと思ったんで。ただね、すごく合理的は合理的なのよ。だってこのそばにお風呂があるでしょ。はい。すぐそこがお風呂なんでしょ。はい。でお風呂から上がって細かいものここら辺にいっぱいあるんだったらここで着替えて降りれるみたいな。寒いからね、みんなリビングで着替えちゃう。で結局動線って言ってるけど、もうみんなあったかいところに集まる。そう本当に。だからやっぱリビングになっちゃうんですね。まあね、いやわかるけど、ただいや本当にこの部屋がその洋服だけの部屋でいることがいいのか、まあなんならお子さん2人いて今一つのね空いてるお部屋が、まあ子供部屋みたいなことを言ってたけど、なんか私こっちの方が明るくて広くてよっぽど
あっちよりこっちを子供部屋にした方がいいのかなとか。だって申し訳ないけどさ、洋服にこの広さいるみたいな。まあ多いからこんだけ必要みたいになるけど、はい、だってものすごく明るくて窓も大きくてさ、素敵な部屋がこの洋服だけのための部屋でいいの？ぜひ活用させてください。いやいやいや、だから言ったよね、もうちょっとこだわりを持ちなさいってあなたにないのはこだわりだけですまあだからあんまりそういう要望はないんだろうなと思う。いつか多分この部屋も子供部屋にしてって言われるんだろうなとは思ってはいる。2人いるから、まあね、それぞれの部屋をくれって言われた時にはその時が片付け時なのかなって思ってました。それまでこういうの見たらねいや本当に。はい、ということでルームツアーを見ていただいたわけなんですが、おおらかな性格で整理整頓が苦手な奥さんの登場にさすがの私も驚いたんですが、こだわりの弱いこの家がどう生まれ変わるのか。次回の週末ビフォーアフターはこの家の兄弟が進んで勉強ができる環境を作るために、まずはリビングダイニングを大改造してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。